ちょっと手持ちカメラなので、これで移動しながらですね。お、すげえ。これ、僕、今、ニューヨークにおりまして、もうすでにこれ真ん中に釣ってあるんですけども、まあ、ちょっとぐるっと周囲を、回りますので、まずはどういう現象でどんな構造になっているかみたいなことを観察して想像していただけたらなと思うんですが、ですね、サイズ感としては、今、縦がだいたい4フィート、4フィートの、まあ、キューブになっていて、120から130センチぐらいになるんですかね。で、まあ、蛍光灯を使って、照明がついたような、構造体になっていまして、注目はしていただくのは、ちょっと奥に、見えているこの柱の部分の色をよく見ていただけると、はい、場所を変えて、眺めるとですね、色がどんどんこう変化して、変わった色に見えている。で、このまま抜けるとですね、まあ、実は黄色い色をしている。はい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 。で、これ中に入ることができまして、で、こうなってくると、まあ、中からこういうふうな景色が見えて、で、もう一つ入り口といいますか、こちら側からも入ることができて、反対側からまた別の色で、こういうふうに見えているような現象が起きていて、ですね、これ実際は今、価格としては、これの3倍ぐらいのサイズの、体感型立体作品っていうのを、まあ、構成しているので、実際は本当に人が丸々すっぽりと入って、で、何かこう中でアクションを起こすと、まあ、ちょっと面白い現象が起きますよと。そういうふうな作品になってるんですけども、実際これ人が中に入ったらどういう現象が起こるかっていうのもちょっと一番面白い特徴であるんですけども、ですね、ここに人が入って何かこうアクションする。例えばここのラインをこうに遮るように人が入ると、まあ、今奥はマジェンダという色がこっちに見えてて、こっちは緑色なんですけど、アップすると下がはっきりと見える。で縦のラインでしたら、奥は黄色。なのでこれカットすると、まあ、黄色がこの面に出る。逆に向こうの空間で誰かが何かアクションを起こすと、それの、インタラクションがこの平面上に出るんだ。そうすると、ここに、中川さん入っていただいて、で、川村さんが奥の部屋に入った場合に、まあ、2人がこう共同して何かアクションを起こすとですね、その2人のこうアクションの合成によって第3の現象というのが、まあ、この、ハーフミラー上で発生する。でそれがなかなかちょっと面白いという現象で、ちょっとですね、まずは小さい模型があるので、それで、構造自体がどういうものかっていうのはちょっとご説明させてもらえればと思うんですが、今これがですね、最初に作った模型でして、ちょっと見ていただくと、金属のパイプで、立方体の、格子を作りまして、で、真ん中に、四面体という、立体の形で鏡が貼ってあるんですけれども、ちょっとその鏡が、特殊な形状をしている鏡なんですが、今どの角度から見ても、この立体の格子が崩れないように見えてると、これを実際に触ってみようとすると、奥の角が触れない。そうすると、これがどこかが映ってるわけなんですけど、今はこの角が反射している。で、これが今度こっち側にシフトしてくると、今度こっち側の角が映ってる。さらにこの下から見ると、手前が反射して見えている。で、この立体というのが、実は4次元版の、静止弁体というものが、考えることができるんですけども、これは今3次元の、立方体なんですけど、数学的にこの4次元の空間っていうのを作ることができまして、そうするとこう、まあ、立方体とか四面体っていう、正多面体と言われる構造体の4次元版というものを考えることができて、ですけども、実際は4次元の立体なので、直接は見ることができない。で、4次元の立体っていうのは、まあ、3次元の立体物が2次元にこう光を当ててあげると、まあ、2次元の影が
落ちますよね。はい。それと同様に、4次元版の立体物に光を当てて影を落としてあげると、3次元の立体物として、出てくるということが考えられていて、正四面体の4次元版に、正五方体という名前のついた、立体がありまして、それは正四面体が、5つ貼り合わさったような形で、4次元の空間に、成立する立体なんですけど、それがですね、3次元に降りてくると、こんな感じで歪んだ四面体が貼り合わされたような形になっていて、でその形で鏡を貼ってあげると、こんな風な反射の仕方をしてくるという。で、この、考えをさらに発展させて作ったのが、こちらのちょっと大きい立体なんですけど、角度変えると、柱の見えてる色がどんどん違う色に見えてるのがお分かりいただけるかなと思うんですけど、これもですね、何が起こっているかというと、今、先ほどは反射して見えなかったのが、今度は透けて触ることができて、なおかつこちら側の反射している方も映っている。これは今、鏡がですね、ハーフミラーという、半分透けて半分反射するという性質の鏡に切り替えられていて、でなおかつですね、それぞれのこの柱の色を、別の色で塗ってある。そうすることで、基本的にはよく一般的なこの3次元空間というものを、XYZ という座標という形で表現するのが、よく一般的なんですけど、縦横高さの方向ですね。で、3D ソフトとかを使うと、その縦横高さを赤、青、緑っていう RGB っていう色で、表現されたりするのが一般的なんですけど、なので仮にここを赤、青、緑という3色で塗って、で、この空間を今私たちがよく知っている3次元空間というふうに設定した場合に、この相対する反対側の空間ですね。そちら側を、例えば今 RGB っていうのは、光の三原色ってよく言われるんですけど、それに対応するものに色の三原色っていうものがあって、それはインクジェットのプリンターとかにある、CMY と、シアン、マジェンダ、イエローっていう色が、色と光の、三原色で対応する形になっていてですね、で例えば今こっちをその色で塗ってある。そうするとですね、例えば今ここに透けて見えている色が、例えば紫色に見えているとした場合、紫色っていうのは赤色の柱と、シアンっていう、水色の柱が重なったときに初めて私たちの目には紫色に見える。で逆に、一方で例えばオレンジ色ですね。オレンジ色とかっていう色は、黄色と赤色が重なり合ったときに、視覚としてオレンジ色に見える。ということはですね、オレンジ色とか紫色という色は、実際には存在していない色なんですけども、この、ハーフミラーの、平面上に、2つの空間の重ね合わせの現象によって発生しているということが、言えると。で、この、平面というものを介して、高次元という、直接は知覚できない空間を、疑似的にといいますか、体験するようなことができる、装置としてこういう構造が使えるんじゃないかというのが、今回の作品の大きな一つテーマになっていて、一つこれを実際に行った映像というのがあるので、今メガネとひげを剥がした僕の友人がですね、手前の方から入ってきて、鏡に映ってるんですけど、それが距離感をピッタッと合わせて、角度とか合わせると、なるほど。第三の人格といいますか。例えばこれをカップルでやると、どんな子供が生まれそうみたいな、そんなことでしたり、とにかくちょっと、これがですね、ビデオのエフェクトではなくて、本当にリアルタイムで今目の前の鏡を見てる、時に、その鏡自体にそういう現象が起きているような感覚を覚えるという。でこれがですね、僕もこの時初めて自分でこの装置の中に入って、この瞬間、初めて体験した時だったんですけども、それが今までにちょっと、ないような体験っていうのを実際に自分が、起きまして、でこれをさらに精度の高いもので、作ることができれば、
やはり本当に面白い、今まであまり通験したことのないような、ものになるんじゃないか。だから、もうちょい話しよう。ようやく始まりましたね、本編が。すげえな。なんかこの瞳が位置が重なった時に分かんなくなりますね、どっちがあれか。ちょっと僕の作品、僕のホームページ見てもらって、太陽っていう作品の検索、アーカイブに残ってるんで、皆さんちょっと快音見てみてください。この時、重なった。完全フュージョン。ドラゴンボールのフュージョンわかります？これはね、すごい変な体験ですね。ちょっと安尾さんの気持ち、安尾さんになった気持ちになるというか。で、君たちはみんな今実数空間にいるんでしょ？僕はね、このゲームを開いた虚数空間にいまして、